皆さん、こんにちは。陽介です。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今回は日本の学校であまり教えてくれないけど、実はめっちゃ大事なことについて話していきますね。これまで学校でいろいろ学んできたけど、社会に出てみると、あれ、こんなこと誰も教えてくれなかったよってことありませんでしたか？私もそう思うことが多かったんです。だから今日は学校で教えてくれないけど知っておくべき4つのテーマについてお話しします。全部とても大事なことなので、最後までしっかり聞いてくださいね。まず最初に取り上げたいのが、お金や税金のことです。学校で国語や数学は勉強するけど、実際の生活でどうやってお金を管理するかとか、税金がどうやって引かれているかってあんまり教えてもらえないんですよ。これって結構不思議ですよね。だって社会に出たらお金の管理は毎日のように必要になるし、税金だって毎月給料から引かれるものなのに、投資なんて言葉、大学生くらいまでほとんど聞いたことなかったっていう人も多いんじゃないんですかね。あくまで私の意見ですが、お金の知識が学校で教えられない背景には、もしお金の管理や税金の仕組みについてしっかりとした教育が行われると、国が税金を集めにくくなるからだと考えています。例えば、税金の仕組みや節税方法をしっかり学ぶと、私たちは自分の税負担を減らすために様々な対策を取ることができるようになります。これが広く一般に知れ渡ると、結果的に国の税収が減る可能性がありますよね。特に日本の税制は複雑で、多くの人がよく理解しないまま税金を払っています。これが国にとっては都合がいい状態とも言えます。また、お金の知識が普及すると、人々が自分のお金をどう使うか、もっと賢く考えるようになります。もちろん、これは一つの見方であって、すべてがそうだと言い切れませんが、教育の内容には国の経済政策や財政状況が影響している可能性はあると思います。日本では投資や起業に関する教育もあまり行われていません。その結果、日本の起業率は他の先進国と比べて低い傾向にありますし、投資に対する関心も低めです。その背景には、リスクを避ける文化や安定を求める傾向があると言われていますが、実はこれも
教育の影響が大きいのかもしれません。学校で投資や起業について学ばないため、社会に出てからもリスクを取ることを恐れる傾向が強いのです。そして、ここでもまた税金との関係が出てきます。投資や起業によって得られる収益は当然ながら課税対象になりますが、適切な投資や事業運営ができれば、合法的に税金を最小限に抑えることが可能です。これが広く知られると、税収が減る可能性があるため、教育の中で投資や起業が積極的に教えられないという側面があるかもしれません。お金の知識は今からでも持っていて損はないです。今日が一番若い日です。これは両学長という日本の有名な YouTuber の受け売りの言葉です。今日から少しずつ勉強しておきましょう。次はコミュニケーションについて話していきましょう。学校では文章の書き方や正しい日本語の使い方は教わるけど、人とどうやって効果的にコミュニケーションを取るかってあんまり教えられないんですよね。日本は他の国と比べると自己肯定感が低い人が多いっていう統計があるみたいです。自己肯定感というのは自分を肯定する力ですね。これって無意識に使っちゃう否定的な言葉の影響もあるのかなと思うんですよ。例えば、親や先生が無理だよとか、そんなの無理に決まってるなんて何度も言ってると、子供たちはやっぱり自分はダメなんだって思い込んじゃうことがありますよね。こういう言葉って意図せずに子供たちの自己肯定感を削っちゃってるんです。でも、いいね、どうすればできるか一緒に考えようみたいなポジティブな言葉に変えるだけで、子供の自己肯定感をぐんと育てることができるんです。ぜひ、ポジティブな言葉を投げかけることを意識したいですね。あと、日本では和を重んじる文化があって、自己主張をあまりしないように育てられることが多いんです。和を重んじるという言葉は、日本語で和は調和や平和を意味し、重んじるは大切にする、尊重するという意味です。したがって、和を重んじるとは、人との関係や集団の中で調和や平和を大切にすることを表します。例えば、日本の文化では意見が異なる場合でも争いを避けて平和に解決することが重視されます。これが和を重んじるという考え方です。つまり、和を重んじるとは、みんなで仲良くし、争わないようにすることを大切にする考え方です。ただ、自己主張を控えすぎると、社会に出たときに自分の意見を
言えなくなっちゃうことがあるんです。相手を尊重しながらも自分の意見を伝えることってすごく大事ですよね。例えば、職場でこれはちょっと違うんじゃないかなって言えないと、そのまま問題が放置されちゃうかもしれません。しっかり意見を言うことで、より良い解決策が見つかることだってあります。だから、学生の頃から相手を尊重しつつ、自分の気持ちや考えを率直に伝える方法や、ポジティブなコミュニケーションを学ぶことって本当に大事だと思います。3つ目に取り上げたいのがクリティカルシンキングです。今の時代、インターネットや SNS で毎日大量の情報が飛び交っていますよね。でも、その情報が全部正しいとは限らないし、時にはデマや誤解を招くものも多いです。そこで重要になってくるのがクリティカルシンキング、批判的思考。つまり、情報を鵜呑みにせず、自分でしっかり考えて判断する力です。ただ、このクリティカルシンキングも、実は学校ではあまり教えられていないんです。学校の授業では正解が一つだけの問題を解くことが多くて、いろんな角度から物事を考える訓練が少ないんですよね。だからどうしても大人になってから自分で考える力がつきにくくなっちゃうんです。私も社会人になった時、仕事は正解が一つじゃないことばかりで、いつも戸惑っていました。クリティカルシンキングを育てるには、まず情報を集めて、それをちゃんと分析して、自分の意見を作り上げるプロセスが大事です。これができるようになると、ニュースやネットの情報を冷静に受け止めて、正しい判断を下せるようになります。もし学校でこのスキルをもっと教えてもらえたら、もっと多くの人が自信を持って自分の意見を作り、それをしっかり発信できるようになるんじゃないかなと思います。最後にキャリア選択について話しましょう。学校では学年が上がるにつれて進学や就職について考える時期が来ますよね。でもその際に自分に合った仕事や自分の強みを見つけるためのサポートは十分ではないことが多いです。学校ではよくいい大学に入ることが成功の道として教えられがちです。でも大学に入ることがゴールではなく、その先にどんなキャリアを築くかが大事なんですよね。日本では安定した職業に就くことが良しとされる風潮がありますが、自分に合っていない仕事に就いてしまうと長続きしなかったり、精神的に疲れてしまったりすることもあります。キャリア選択には自分の興味や強みを知ることが不可欠です。しかし、学校ではそうした
自己分析の機会が少ないです。もっと早い段階から様々な職業や働き方について学ぶ機会があれば、自分に合ったキャリアを選びやすくなるはずです。例えば、高校時代からインターンシップや職業体験などを通じて、実際に働いている人たちの話を聞いたり、自分で仕事を体験してみたりすることで、より現実的なキャリア選択ができるようになると思います。今日は日本の学校で教えてくれないけど、実はめっちゃ大事なことについて深掘りしてみました。お金や税金のこと、コミュニケーション、クリティカルシンキング、キャリア選択。どれも社会で生きていく上で本当に重要なテーマです。でも、これらは学校であまり教えられていないからこそ、自分で学んでいく必要があります。幸い、YouTube ではこれらのテーマを無料で見たり聞いたりできる時代になりました。今からでもぜひ学んでいきましょう。それがきっとこれからの人生をもっと豊かにしてくれるはずです。それでは今日はこの辺で。ではまた次回のテーマでお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。毎週月曜日、水曜日、土曜日に動画を更新していますので、この動画がいいねと思ったら、チャンネル登録、高評価、友人へのシェアをよろしくお願いします。コメントもいただけるととても励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。